こんにちは。サクッと漢字トリビアの時間だぜ。以前はなぜ男の部首がないのかについて解説したが、今回は左右反転している漢字について。うわぁ、こんなにあるの。この他にもあるが前編後編に分けて、紹介していこうと思う。お願いします。では、レッツゴー。サクッと漢字解説。では解説しよう。一つ目はこれだ。これは今、の左右反転した文字ね。これは今、の異体字だ。ただこれはユニコードには、まだ収録されていないな。マジか、いきなり収録されてない字。じゃあ、本当にあるのか、どこにあるのかというと、霊弁という書籍で見ることができるな。また関西学火山病碑にでも見ることができる。本当にひっくり返っているわね。まあ、この二つは霊書という書体で記されているもので、この霊書の代表的な時点でこの霊弁がウィキペディアでは挙げられている。霊弁は今、の左右反転した文字の他に、こんな字もあったり、それぞれの漢字について解説をつけているので、知っておいて損はない時点だ。そして他に、このような中途半端な文字も今、の異体字なんだ。どっちかに振り切ってほしいわね。これも霊弁という書籍にあるんだ。まあ、この他にも霊弁には、うわぁ、上もさっきの字っぽくて気になるけど、下は下、になってるわね。なかなか変な形だよな。こんな感じで次に行くぜ。これは止める、のと、を左右反転させた漢字だ。なんか不思議。これはユニコードに収録されているな。そして、これは次のような漢字の異体字だ。少ない、の章？いや、章、にとても似ていると思うが、今回ここで説明するのは章、とは区別されて、音読みを言うとすれば立つ、立ち、で、意味は踏む、だ。この漢字は和語編にある。ここには右に音読みの立つ、が書いてあって、下に意味の踏む、とあるな。これは他にも類編や語音周韻といったもので見れるぜ。ちなみに説問開示を見てみると、これ、ほうほう。こういった説問開示に出てくるような丸っこい形、篆書から、現代使われる角張った形の楷書になったんだ。また、別系統でこのようにも書かれた。言ってしまえばこの一つの字から、二つのパターンに分けられて最終的に楷書に直されたと考えられているんだ。だからこの二つが異体字とされるんだな。なるほど、そういう理由でこの二つは異体字なのね。また、その他に、と左右反転したと、を上下に組み合わせた漢字もあって、これも、二つの異体字だし、今度は左右組み合わせた字もあって、これは初頭、他にと180度回転させたと、を上下に組み合わせたものは、これは渋い、の渋、の異体字だ。これはどれも後期辞典や類編で見ることができるぜ。こんなに変な形の漢字がいっぱいあるとは驚きね。では次。これは、棒、が左右反転しているわね。これは棒、の異体字だ。これもユニコードに収録されているな。これは類説と呼ばれる書物にあるようだ。なので調べると、このように。うわぁ、左右ひっくり返っているわね。だが、ここで注意点があって、もう一つの類説も見てほしい。あれ、反転していないわね。どちらも同じ類説ではあるが、書物によっては左右反転せずに書かれているものもある。まあ、直されてしまって左右反転していないように書かれたのか、なんかはわからないが、同じ書物でも調べる際はちょこっと注意が必要だと言っておくぜ。あとは、またこのような中途半端な文字も棒、の異体字なんだ。またどっちかに振り切ってほしいわね。これは変類比別字という書籍で見ることができるんだ。なんか上、みたいな文字もあるけど、これも棒、の異体字だな。絶対初めて見たら棒、の異体字ってわからないわ。棒、の異体字を一つとっても面白いよな。次だ。正、を左右反転させてるわね。これは棒、の異体字で、ユニコードにもしっかりある。後期辞典を見てみるとしっかりと書かれているな。また、説問開示を見てみると、これ、棒、はこのように書いてある。ほうほう、なんとなく似ているような。まあ、誤解がないように言うとこれが正、の左右反対の形なのかというとそうではないが、右の字はこの天正正、の左右反転した字として、楷書にしたものなんだ。一方棒、という漢字は書きやすく崩した形だと考えられている。今はこの棒、が正規の字体、いわば正字として、左右反転した字は異体字として扱われているけどな。へえ、そんな感じなのね。次はこれ。おお、万字、の左右反転した字。そう、そしてこれは万字、の異体字だ。よく見る方を左万字、この反転している方を右万字、というぜ。これもユニコードにある。左万字、自体は漢検1級の範囲の漢字で、音読みは万、訓読みは万字、で、意味は仏書に用いられる吉祥の印、や門所の名前、縦や横に入り乱れる様、とある。まあ、これは見たことがあると思うが、
この左右反転した右万字は、尺中視や疾患溶血で見ることができる。そして、他には次のような異体字もあるな。うわぁ、なんか漢字というより記号ね。これも疾患溶血で見ることができる。ユニコードにはしっかりあるぜ。というわけで、左右反転した字を紹介したが、他にも反転した字はあるので、後編で話そう。ほんと漢字の世界は、面白い。というのが伝わったと思うので、ご視聴ありがとうございました。また見てね。